こんにちは。行政書士社会系労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は外国人関連としてですね、在留資格について解説をしていきたいと思います。日本における外国人労働者というのが200万人を突破をして、今後もですね、育成就労制度の創設によってどんどん外国人労働者が増えてくるという状況になってきております。ただ、外国から、外国人の方が、日本に来日をして働く場合にはですね、在留資格というのが必要になってきております。この在留資格ですけれど、大体30種類ぐらい存在をしておりまして、その仕事の内容、その活動の目的によって合わせた在留資格を取得申請する必要があるという状況になっております。そしてその在留資格の中の一つに高度専門職という在留資格があります。この高度専門職というのはですね、高度な外国人材のために設けられた優遇措置が設けられた在留資格という形になっております。今回はですね、この高度専門職の在留資格についての解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは外国人が日本に来て何かをする場合には在留資格というのが必要になってきております。では在留資格とはどういったものなのかということ、そしていわゆるビザと言われますけれど、日本人が一般に言うビザという言い方と外国の方がビザという場合はですね、意味が少し違うケースが多いので、いわゆるビザとはどういったものなのかについて解説をして、そして今回のメインであります高度専門職という在留資格はどういった在留資格なのか、そしてこの高度専門職で日本で就労をしている外国人はどのくらいの人数がいるのか、そして高度専門職は優遇措置が設けられている在留資格ではありますけれど、どのような優遇措置があるのかについて見ていって、最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、在留資格とは何か、ビザとはどう違うのかについてですけれど、通常ですね、海外に渡航するためにはその目的に応じてその国の入国の許可と滞在の許可というのが必要になってきます。そしてその国に入るためのものは査証という言い方をして、英語でビザということになります。また一定期間以上その国に滞在をして何かをする場合にはですね、在留資格というのが必要になっておりまして、一定の期間以上の特定の活動を行うために、入管法上必要な資格というのが在留資格といって日本では必要になってくる。こちらをですね、日本国内では一般にビザという言い方が広まっておりまして、ビザといった場合には在留資格を意味することが多いという状況になっております。そして一定の期間以上の特定の活動を行うために必要なものが在留資格ではありますけれど、どういった活動があるのかについてはですね、今現状でだいたい30種類ぐらいあるということになっておりまして、この活動の種類に応じてそれぞれ在留資格というのが定められているという状況になっております。大きく区分をすると、働くための就労関係の在留資格と言われるものと、あとは身分関係の在留資格というものに大きく分かれてきます。就労関係の在留資格というと、一般的に一番多いのはですね、技術人文知識国際業務ですとか外国人技能実習、そういったところになってきますけれど、その他に今回紹介をする高度専門職ですとか、あとは最近増えてきましたけれど経営管理といった在留資格になってくる。また仕事が目的ではない、在留資格ということで、いわゆる永住だとか日本人と結婚している外国人の方に与えられる在留資格、日本人配偶者の在留資格、そういったものもある。そしてですね、いずれにしても、在留資格に関しては期限があって、在留カードというのが発行され、その在留カードはその携帯が義務付けられているといった状況になっております。
ただ永住者はですね、在留資格の期限がないので、カードの有効期限だけという形になっておりますが、こちらの永住権を取得をしたらもうずっと在留期間はなし、期限はなしという形ですが、今後ですね、この在留における永住権の資格取り消しという話も少し出てきているといった状況です。またですね、日本はですね、パスポートランキングで上位の国になっているので、先ほどの海外に行く場合の入国のための許可、査証ですね、こちらはですね、ほとんどが免除されているので、日本国内で渡航先の大使館に行って査証を取得することがあまりないという状況なので、この査証というのはあまり広まっていないという状況になっています。では今現状日本にいる外国人はどのくらいいるのかと言いますと、令和5年2023年のデータではありますけれど、日本にいる外国人の数というのは322万人ということで、こちら過去最高を更新をしたという状況になっております。そして訪日外国人に関してもですね、1月で300万人超えといった状況がなっておりまして、政府は2025年目標として訪日外国人目標をコロナ前の2019年を超えるということで3188万人を目標にしておりますが、こちらはですね、前倒しで達成ができる見込みという状況になっております。このように新型コロナウイルス感染症が流行したときはですね、来日外国人というのがもう限りなくゼロに近い状況にはなりましたけれど、新型コロナウイルス感染症が収束をした後はですね、今は日本に多くの外国人が来日しているといった状況になっています。その中で在留資格の中で高度専門職という在留資格がありますけれど、こちらはですね、学歴や職歴、年収、年齢、日本語能力などを点数化、ポイント化していって、70点以上ある場合には高度外国人材と位置づけて優遇措置を講じて受け入れを促進をしていこうという制度になっております。したがってですね、高度専門職に関して要件がある制度ではなく、今現状ある高度専門職以外の就労系の在留資格でさらに優秀な人は高度専門職として上乗せ優遇するといった状況になっております。高度専門職につきましては1号と2号というのがありまして、1号を取得していただきまして3年経過をして2号になったという状況になっております。そして高度専門職につきましては、いろはという形で3つに分類されていて、今現状ある就労可能な在留資格を基準として3つになっているという形になっております。まずですね、高度学術研究活動と言われるもの、そして高度専門技術活動と言われるもの、そして3つ目が高度経営管理活動と言われるものになっておりまして、高度学術研究活動につきましては在留資格の教授ですとか研究を基準としてさらにですね、優秀な外国人の方をポイント一定以上取った場合には高度専門職として認めて、高度専門職1号のEという形で在留資格を付与するという形になっております。日本で最も多いのは高度専門の技術活動の高度専門職1号のローという形になっておりまして、技術人文知識国際業務ですとか企業内転勤で高度専門職の在留資格を取る方が非常に多いという状況になっております。では高度専門職の在留外国人はどのくらいいるのかという形ですけれど、今現状日本に在留している外国人の方が322万人という状況になっている中で、高度専門職1号として在留資格を取得している方というのが全体の 0.6% という形になっています。
そして、高度専門職2号を取得している方は、0.04% という形で 1% にも満たないほど、かなり少ない人数という状況。ちなみにですね、一般的な就労系の在留資格であります技術人文知識国際業務、通称技人国と言ったりしますけれど、こちらが34万人で日本にいる在留外国人の約1割という形になりますので、さらにポイント70点以上の方の高度専門職の方はですね、少ないという状況になっております。そしてこの在留資格ですけれど、日本で一番多いのが今中国の方という形、そして次が韓国という形になっております。韓国、ベトナムという形になっております。そしてですね、高度専門職1号の労を取得しているのが一番多いのが中国の方という形でなっております。そして高度専門職の優遇措置ですけれど、いくつかありますけれど、大きくは3つという形になっております。まずは在留資格、在留期間ですね。在留期間が5年が付与という形になっておりまして、通常在留資格の申請をすると、その活動内容で在留期間が決定されるんですが、高度専門職で申請をして認められると、一律に5年が付与されるという状況になっております。また、入国在留手続きの優先処理ということで、通常の審査よりも短い期間で審査がされる。特にですね、在留資格申請をしてカテゴリーの3だとか4と言われる会社の所属での申請になると、審査期間が長い傾向がありますけれど、高度専門職に関しては優遇して短縮化されているといった状況。また、永住申請に関しましても、基本的に70点の場合はあまり変わらないんですけれど、ポイントが80点以上の場合だと、在留歴10年必要なところが1年に短縮をされるという形で、80点以上の高度専門職の方はですね、永住申請に切り替えるということが非常にスピーディーにできるという状況ですね。ただですね、高度専門職から永住に切り替える際に注意点としては、高度専門職では認められている親だとか家事使用人の態度、こちらがですね、永住権では認められていないので、切り替えてしまいますと、親だとか家事使用人が日本にいられなくなってしまうというケースがありますので、注意が必要です。そして最後に注意点のまとめですけれど、高度専門職の転職ですね。こちら通常は所属機関に関する届け出というのを提出するんですけれど、高度専門職1号ではですね、同じ在留資格なんですけれど、所属機関が変わる場合は在留資格変更許可を取らなければいけないというのは注意。そして高度専門職に関しまして、親の受け入れですね。こちら通常の在留資格では多くの場合認められていないんですけれど、高度専門職の場合は一定の場合、その要件を満たせば OK。また家事使用人に関しても一定の要件を満たせば OK という形になっております。そしてですね、この高度専門職につきましては、さらなる優遇措置ということで、特別高度人材という制度、J-SKIP 制度というのが2023年の4月からスタートをしております。この高度専門職につきましてはですね、基本的に点数計算で、申請をして審査期間も短いという形になっておりますので、人材採用における採用計画の狂いが非常に少ない、と言えるかと思います。この高度人材の受け入れをですね、積極的に進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。